じゃあ小豆島のよしハムです。今現在朝の2時半でございます。で今日はね軍艦巻きを作ろうと思います。ただの軍艦巻きではございません。もちろん僕が作りますからね。じゃあその食材をまず取りに行きたいと思います。レッツゴー。はい、皆さん、それでは軍艦巻きの具を取りにやってまいりました。もちろん僕が作るからただの軍艦ではございません。ちなみに軍艦巻きの名前の由来はですね、横から見た姿が軍艦に似ていることからついたものであるとされています。軍艦巻きを考案したのは昭和16年東京銀座の高級寿司店久兵衛の主人様で、常連客のイクラの寿司が食べたいという要望から考えられたものであると言われております。さあ私今携帯を片手に読みながら、お伝えしております。というわけで網が上がってきました。何が来ました？ 1 匹目。さあマダイですね。タイの中の王様でございます。ちなみにマダイのマというのはですね、タイの中のタイ、キングオブザタイという意味です。こちらはですね、小豆島のサンゴですね。小豆島も実はサンゴが生えております。ただ見た目はあんまり綺麗じゃないんですけれども、サンゴだけを取るサンゴ網っていうのかな、ちょっとわかんないんですけど、そういう漁もね実は実在しております。でこちらはナマコですね。ウミネズミだったかな、合ってると思います。さあ次は何が来るのでしょうか。こちらウマヅラハギですね。顔がウマヅラに似ていることからウマヅラハギです。ちなみにですね、ウマヅラハギは何でも食べるんですが、特にクラゲが大好きだそうで、越前クラゲっていうでっかいクラゲあるじゃないですか。あれを集団で襲って食べたりもするそうです。それなのにこんなに美味しいですね、ハギにお魚になるんですね。1枚目の網はダメ、元めっちゃ少ないよということで、次2枚目の網を上げていきたいと思います。2枚目か2回目やって食ってるのがちょっと忘れちゃいましたけれども、上げていきます。さあ2回目どうでしょうか。残念ながらですね GoPro の調子がちょっと悪く、緑色になってしまっておりますが、皆さんご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。というわけでやってきました。次は瀬戸鯛ですね。僕らはビングして呼んでおります。ちなみに魚黄色いんですが非常に美味しいです。僕お伝えしたか忘れたんですけれど、今現在風邪をひいており、声がちょっといつもより良くない、いい意味では渋いかなと思います。さあウマヅラハギがまたやってきました。でもクラゲを食べているものが実際美味しいのかどうかはわからないんですけれども、僕がよく取っている超高級魚のマナガツオもクラゲを食べると言われてて、それもめちゃくちゃ美味しいので、クラゲを食べているウマヅラハギもきっと美味しいんじゃないかなと僕は思います。さあその後もタイが来ました。こんな感じでタイ、クロダイ、それからウマヅラハギですね。その3つ以外最近はほとんど撮れません動画何しようかなってね、企画の方でどうにか攻めちゃおうかっていうことで今回軍艦巻きにしております。僕も悩んでないように見えて実は結構悩んでまして、どういう風にしたらみんなが面白い楽しい動画になるかなって、こういう感じでねちょっと画角を変えてみて、同じ量の動画なんですが僕なりに工夫を重ねているということをですね、自分から言っちゃうのはダサいですがやっております。で今イケマンを分けてやってるんですけれども、なんで分けるかっていうと、やっぱ小さなイケマンにですねたくさんのお魚を入れちゃうと酸欠って言って酸素不足になって死んじゃうんですね。皆さんもね小さな部屋に多人数で、暮らしているとちょっとストレスを感じてしまう、息苦しくなってしまう。だからお魚も同じように広々としたところで生かしてあげることが大事かなと思います。とはいえですね、この船イケマが2つしかありませんので、入れるしかないです。長くは入れておけない。帰ってきたら網水の方に入れます。でクロダイマダイと続いておりますが、クロダイとマダイのご先祖様実は同じなんですよ。で同じなんですけれども、浅瀬を選んだのがクロダイと言われておりまして、浅瀬だったらやっぱ日光が当たるからそれで黒くなる必要があったのかな、だから黒鯛になったのかなっていうのが僕の推測です。実際どうなのかは僕は分かりません。で黒鯛がもう鈴なりで来ております。でなんでかっていうと、この近くには磯があって、で磯の近くだとやっぱり餌がいるので、それを求めて鯛が集まっていると私の考察なんですけれどもね、これらのマダイを外していきたいと思います。もうちょっとね喉が枯れて古畑任三郎もできません。僕の得意なモノマネの一つなんですけど全然出てこない。この後きます。でか久しぶりに取ったこんなでっかい。うわこんなんあったん価格やばいで。うわ長っ初めて見た俺こんな大きいやつ。何これ。コブ
さあというわけでもうまさにコブダイかと見間違うほどの巨大なキジハタが来ました。関西ではアコウと呼んでおります。でめちゃくちゃやっぱ冬のアコウはですね非常に肥えていて、鍋とかにしてももってこいだし、寝かしてもですねかなり長い間美味しくいただくことができます。で昔はあの手のサイズが年に 1,2 回取れてただけでして、最近は数こそ取れるんですけど大きい手のサイズのキジハタがですね全然取れないんですよ。だから久しぶりにあの手のサイズ見たのでもう大興奮です。まさに小豆島のクエですね。キジハタの名前の由来は確か目の色が緑でキジだとか、なんかキモンハタみたいなこう肌の文様っていうのがそういう感じだからっていうのが名前の由来だったかなと思います。覚えてないんですけれども2回目の網が終了しました。喋るの大変でした。さあおしまいです。はい、軍艦巻きといったらアナゴということでアナゴ食って帰ります。さあ入っているか。いやーそれにしてもアコウがすごかった。もう大興奮でございます。あんなアコウ取ったの5年ぶりぐらいです。さあ1個目上がってきました。アナゴが最近めちゃ少ない。スカドどころか大穴開いてます。こうなったら入りません。入らないというか穴が開いてたらあれなんですよね、入って逃げるんですよね。さあスカ一つもおらんやん。一つもおらん。スカもう白クラゲが見えてきた。で白クラゲは夏になったら増えてくるんですけど、今からもう白クラゲが見えてるってことは今年の夏もクラゲが多そうです。クラゲが年々ね多くなってきてる。地球温暖化の影響ですかね。そしてスカようやく1匹。よいしょ。ようやく1匹。肩はいいアナゴだ。そして終わった。結果1匹です。帰ります。ホッとする瞬間。はい、じゃあ帰ってきました。取れたものを見ていきましょう。いやー、こうが良かったね。こうが毛間見てください。結構入ってます。いろいろと逃げちゃうアナゴ逃げちゃう。はい、じゃあこれだけの魚が取れました。それじゃあ取れたものを見ていきましょう。まずウマヅラハギ、それからクロダイ、ビングシ、瀬戸ダイですね。そして大量のマダイとこちら最高のキジハタ、めちゃくちゃいい。たまんねえこのフォルム。はい、でタイとかチヌは全部空気抜いて生かしていきます。よし、でこのいいやつを全部生かしてで釣っておきます。はい、じゃあ一旦明るくなるまで帰ります。明るくなるまで帰ります。帰って明るくなるまで待ちます。いつものように幕が開きというわけで家に明るくなりました。で魚を締める前に軍艦今回米1升使うので、こちら炊いてた米をですね、うわ5合だけでもすげえ、こちらにセットして、でセットのけてこちら鍋にドカッと。で莫大な費用と莫大な時間をかけて開発したこの寿司酢をかけます。僕が開発したとは言ってません。これでとりあえずね5合分の米だけ作っておきます。はい、これで OK でこれは蓋しといて、でまた5合をセットして炊いておきます。はい、というわけで港に来ました。使う食材がですねこちらですね。見事なチヌ、クロダイ、瀬戸ダイ、ウマヅラ、それから、昨日取っておいたアナゴですね。じゃあ締めていきます。でこのねチヌがほんまにやばい、太さマックスで、こちら、脳天締めをしてよいしょ締めていきます。脳みそを一瞬で破壊します。
で全部閉めて、はい、で水をかけて血抜きをしていきます。はい、じゃあこれ持っていくのと、こちら僕の高松の居酒屋に送ります。ナマコと海苔を食べた黒鯛ですね。黒鯛祭り。はい、というわけで帰ってきました。用意した食材がこちらです。なんだこれはというね、自分でもちょっと用意しすぎちゃった感はあります。チヌ、マダイ、アナゴ、瀬戸鯛、ウマヅラに、こちら市販品ですが、ウニ、イクラ、カニカマ、僕大好き明太子、マグロ、サーモンです。これらを使って軍艦巻きをやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずこちらの見事なチヌから、これ本当にすごいです。内臓脂肪見えちゃってます。まずチヌの鱗取っていきます。はい、じゃあいよいよお腹割っていきます。こうやって切ってね、ここ V 字にカットですね。OK。じゃあいよいよお腹割っていきます。グッ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 と入れて、でまあここは割ってるんでオープンしていきます。オープン。うわ、全部腸巻いてるのこれ内臓脂肪です。全部引きちぎっていきます。あ、ベトベトやもう手が。最高です。で次はタイと、瀬戸鯛、こちらも2つとも処理しまして、ピュー、おいすげえすげえ、もう締めたてだから生きてるね。で次はウマヅラハギ、もうここをかかとでトントントン、そしてビリビリ、ちょっと肝少なめで、胆のうが破れてもいいように、なるべく破らない方がいいんですけど、ちょっと薄膜取って、こっちの方からね外していきます。わあでも綺麗な、めちゃくちゃ綺麗で、これが胆のうですね。 OK。 はい、プルプルの肝臓も綺麗に取れました。はい、じゃあ次はアナゴやっていきます。目打ちします。目に打ってで叩いて、はい、じゃあいきます。ここから包丁を入れて、で横にすらしていって、でキャーッといって、その後はビーッと引っ張っていきます。よし OK。 これ巻いてるの内臓脂肪です。やっぱ冬のアナゴはいいですね。先に内臓を取ります。これイワシ食ってるから、わわわ、あ出ちゃう出ちゃう、あ出ちゃう、あー OK。 で次骨取っていきます。包丁を入れてビー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 、よし OK。 で背びれビーッと、で骨切りを先に軽く入れておいて、はい、で頭を落として、これで完成です。はい、じゃあさばくやつが多いんで血ぬだけちょっと1匹丸ごといっちゃいましょう。まずこう切って、で返して後ろから入れて、こうですね。で血ぬの骨は硬いんで、折ります。パキッ、よいしょ。で落として、はい、じゃあ今から全部の魚半身だけお見せしていきます。ギューッと中まで入れて、で返して、これほんまベトベト、すっごいわ。で包丁を通して、で引っ張って切っていく。よいしょ。で反対ピュッと、はい、こんな感じ。はい、で次マダイシューッと2つで入れて返してピャーッと、はい、こんな感じで、瀬戸鯛は姿作りにしようと思うんで、斜めに切ってですね、でこっちからこう包丁を入れていきます。丸いから難しいんだよな。わあ身は綺麗な。で真ん中切って、で奥に奥に、よいしょ OK。 姿作りならこうですね。で次ウマヅラの皮入っていきます。はい、というわけで僕が取った魚の下処理は終わりました。ここからはね、もうカメラなしでちょっとやっておきます。はい、じゃあほとんど変わってないですけど、腹骨取りました。ここまでできたら、いやー、長い撮影と種類の多い時は撮り方も大変だし、気合が必要ですね。久しぶりのバッターこれじゃあ鯛の皮を引いていきます。チヌかな、これは。端からギコ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 、分割してたらね日が暮れちゃうから、このままいきます。で斜めにこう押すように引いてあげる。グイー、
グイグイで最後はこうちょっとこうよし OK。 あ、うまいじゃん。で馬面は血合い骨を避けて横にして薄皮を引いていくと。よし完璧。はい、じゃあ次は全部の血合い骨取っていきます。何が何の魚かちょっと覚えながらやっていきたいと思います。仕込み感、今回作ろうとしてるもんが作ろうとしてるもんなんでね。こうやってチヌ、タイ、馬面、瀬戸大というわけで4つさばけました。で全部を次刺身にしていきます。薄めに切っていこう。軍艦巻きだけど普通の軍艦じゃないからね。はい、これで僕が取った生で乗せる方は完成です。はい、じゃあここまで終わりましたけど、皆さんまだまだやることはあります。次ね、この穴子を炭火焼きしないといけないので炭を干しに行きましょう。うまいもん食うため。はい、じゃあいつものコンロ用意して炭投入します。で着火。細かいからねつくと思う。すぐ熱っ熱っ熱っ細かいにつきいいけど糖分安物だし。よし。で大きめのを重ねておいてこれで OK。はい、じゃあ次ね、穴子をねタレ作るのめんどくさいんでこのまま入れて、甘辛くね炊いておきます。これで火も通るしちょっとふわふわになるんですよ、先に炊くと。はい、じゃあまずここに酒でみりん、砂糖を入れて、で醤油ダバダバ。色で見るからね私は。これで OK。 でコンロにセットして火をかけておきます。よし。頭がおかしくなってきたからそろそろゴールデンタイムを入れようベビー。乾杯。眠い。よし、次はサーモンとマグロちゃんだ。でマグロはですねこういう柵がある。この柵を断ち切るように切っていこう。間違ってたらごめんなさい。でサーモンどう切ろうかな。なんとなく縦に切っておこう。はい、これでマグロは OK。 で炊飯器を用意してマグロとサーモンを入れて、で醤油と酒だけで漬けにしておきます。気持ちばかしのみりん。 OK。 うまそう。このまま丼できて。はい、じゃあ穴子も美味しそうに炊けました。こちらを網でさっと焼いていきます。はい、じゃあめちゃくちゃうまそうに焼けたんで器に入れていきます。これで OK だ。はい、というわけで穴子もできまして食材が揃いました。それがこちらですね。たくさんのお刺身に漬けに穴子ちゃん。次は土台を作っていきます。はい、じゃあこちら大量のご飯をこちら押すやつにどんどん詰めて作っていきます。塊を。はい、じゃあこちらに米を敷き詰めて、で思いっきり押します。どっこいしょと。よいしょ。 OK。 でこれ外してよいしょ。よし、これで米の型1個完成。これいっぱい作っていきます。これはもう大変なんでちょっと裏技いきます。このバットの中にもう米を入れていきます。よいしょよいしょ。押しながらこれで一気にできんじゃん。よし。で押していきます。もう1個のタッパーで押していきます。よしよし。でここに出すと。よし OK。 で結局もうまた諦めて別の方法にしました。こちらのデカタッパー、これもう1升こんだけです。思ったより1升って少ないんですよね。それをまたこれで押していくと。よいしょ。で新たなまな板用意。で軽く濡らしていざ参らん。いけ頼む。よーし、こっからが問題。
じゃあ一旦長方形ぐらいに切ります。一旦はけます。さようなら。でこの子をちょっと船っぽく切っていきます。軽く端を端折り、軽く端を端折り。やべ、崩れてきた。あ、これはこれで船じゃん。もう船じゃん。だいぶ船やぞこれは。あ、伸びろ伸びろ。成形成形。こんな感じでいかがかな。はい、ここで今年も発売浜湯の焼き海苔。今年のはめちゃくちゃうまいです。そしてこれを巻いていきます。船の高さに合わせねばここ。よし、これで切っていこう。じゃあ巻いていきます。よしよし。よし、いいぞ。よし、とりあえず負けた。はい、でここに刺身を引いていきます。まずチヌ、タイ、アナゴ、瀬戸鯛、マグロを一旦敷いて、で次デッキでブレッジですね。ブレッジはもうおにぎり丸々1個巻いて、でセット。なんかクオリティがこうしようか。で次ここにウニを乗せていきます。でもう一段ドンと。やばいねこれ。よいしょ。で次サーモンのします。で最後のブレッジのして、よしよしよし。でここにウマヅラハギの生肝をのせると。ちょっと船首にキュウリをぶっ刺して、船尾だね、船首も立てる。いろいろ立てる。もう形になってきたね。で軍艦といえば大砲なんで大砲も作ります。でイクラも加えて、こぼれイクラ軍艦大砲でくるくる巻いていきます。よし、大砲だ。はい、そしてこれが砲台ですね。そして我が大好き明太子大砲です。こんなふにゃふにゃの大砲ないぜ。はい、で波を切るのをネギで表現します。でいろいろと余った食材をもう適当な位置にポンポン入れていきます。よし、これで完成。マジで船できちゃった。はい、というわけで完成しました。軍艦浜湯です。ドドン。それでは出港いたします。倒れるなよ。おお、いけそういけそう。前方の上で乗いてください。軍艦浜湯が通ります。もうすぐ離陸じゃない、着陸、離岸接岸準備。はい、3メーター、4メーター、5メーター。よし、はい、OK。はい。本当に長い戦い、撮影時間でした。量も合わせると6時間ぐらいといったところでしょうか。いただきます。でですね、ちらし寿司残ったんで作っておきました。こっちの方がうまそうです。さあ、まずこのブレッジの一番上、ウマヅラハギの肝とイクラですよ。これめっちゃうまそう。いただきます。ほら、うまいですわこれ。なんか海苔売り出してるから忖度したくないけど、海苔も当然うまいのと、あとこのウマヅラハギの肝、それからイクラのプチプチ感もあって最高です。で砲台のイクラちょっと取って、黒した甲斐があるね。じゃあ次後でちょっと切り分けるんで船首かぶらしていただきます。うまい。キュウリのパリパリ感と漬けマグロと相性が抜群だ。はい、じゃあちょっとここを切ってウニをですねのして、で醤油でいただきます。しっかり味の染みたサーモンにね、このウニの風味が程よくマッチしてめちゃくちゃおいしい。でこちらアナゴ、ちょっと米を拝借して、でアナゴにきゅうりを巻いて食べます。うわ、アナゴバリうま。最高です。ほんとめちゃくちゃ美味しい。はい、じゃああとは食べきれないのでみんなで食べきってあげたいと思います。ごちそうさまでした。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。巨大化軍艦巻きというわけで、この案はね企画段階からかなりしんどくなるとは思いましたけれども、やっぱねたまにはこういうね豪快な企画もやってもいいかなと
いうことで、かなり疲れましたけど、この後ゆっくり飲みながらみんなと楽しみたいと思います。皆さんもぜひ小さめでもいいので作ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。But see you next time. バイバイ。その後みんなでついばみ中。最終的にこうなりました。各家族で持って帰ります。